いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。2025年6月27日、気象庁が西日本の梅雨明けを発表しました。これはなんと平年より18日から22日も早い異例の早さ。実はこのタイミング、気象庁の統計開始以来、九州南部を除くと過去最速レベルの梅雨明けなのです。これがアジングにとってどのような影響を及ぼすのでしょうか。今回の動画では、なぜ今年はこんなに早く梅雨明けしたのか、東日本はいつ梅雨明けになるのか、そしてそんな気象の動きがアジングにどう影響するのかを科学的に、そして実践的に解説していきます。本日の結論です。夏の潮変化と水温上昇を読めば爆釣のチャンス。本日の目次です。今年の梅雨明け、なぜ早かったのか。2025年の梅雨明け直後の海の変化とは、東日本の梅雨明けはいつ、そして注意点。梅雨明け後に狙う夏アジの動き。水温と濁り、どちらを優先すべきか。アジングに効くワームカラーとアクション。昼、夜、おすすめの時間帯攻略。まとめ、この夏のアジングどう攻める？それでは順に見ていきましょう。今年の梅雨明け、なぜこんなに早かったのか。気象庁によると、今年の梅雨明けは西日本で最も早い記録になった可能性があります。では、なぜこれほどまでに早まったのでしょうか。キーワードは以下の2つ。偏西風の北上、南の積乱雲の活動活発化。この2つの組み合わせが高気圧を一気に日本列島へ押し出すように働いたのです。偏西風の位置が北に押し上げられ、それに伴って梅雨前線も北上。さらにチベット高気圧と太平洋高気圧のダブル高気圧状態が発生したことで、梅雨前線の活動が抑えられました。ここで重要なのが東南アジアの積乱雲です。これが大量の水蒸気を放出し、上空の大気を温め、気圧配置を変化させていった。その結果、6月末にしてすでに真夏のような天気図になったわけです。梅雨明け直後の海の変化とは、梅雨が明けると海は一気に変化します。釣り人目線で言えば、これはチャンスの波とも言えます。水温の急上昇。気象庁のデータでも6月はすでに異常な高温になると予想されています。海水も例外ではありません。晴天が続くと表層の水温が一気に2度から3度上がることもあります。アジは水温が18度から24度の範囲で最も活発に動く魚。この水温帯に入るとプランクトンも増え、ベイトの動きも活発になります。それを追ってアジも接岸しやすくなるため、釣りやすい岸寄りアジが狙えるようになります。風と潮の変化。偏西風の北上によって太平洋高気圧が安定して日本を覆い、南西風、南風が多くなります。これは表層の流れを変え、潮のよれや濁りの帯を生み出す要因になります。特に港湾部やサーフ、テトラ周辺では流れの変化でできた潮目にアジがつくことが多くなります。アジングではこの潮目が攻略の鍵。視覚的に見える変化を探すことがヒット率を上げるポイントです。東日本の梅雨明けはいつ？そして注意点。西日本の梅雨明けが発表された一方で、東日本ではまだ発表がされていません。では、東日本の梅雨明けはいつ頃になるのでしょうか。気象庁の発表によれば、7月初旬にかけて湿った空気が流れ込み、ぐずついた天気が続くとされています。このため、6月27日時点では梅雨明けの判断は見送られましたが、7月2週目にかけて太平洋高気圧が優勢になれば、東日本でも梅雨明けの判断が出る可能性があります。ただし注意すべきは、梅雨が明けたからといって大雨がないとは限らないという点です。梅雨前線が再び現れ、湿った空気が流れ込むと局地的な豪雨になることもあります。また、この後は本格的な台風シーズンに入るため、引き続き大雨や急な天候の変化には警戒が必要です。梅雨明け後に狙う夏アジの動き。
夏アジは水温上昇とともに活発に動くようになります。特に夕間詰めから夜にかけて堤防沿いや常夜島周辺に回遊してくる個体が増えます。梅雨明け直後はベイト、小魚やプランクトンが豊富なため、それを狙ってアジが集まるエリアを見つけることが重要です。アジは回遊魚であるため、同じ場所にとどまらず、ベイトを追って動きます。そのため、回遊ルートの通り道を把握することが攻略の鍵になります。水温と濁り、どちらを優先すべきか。結論から言えば、状況によって使い分ける。水温が急上昇したタイミングでは、表層に酸素が少なくなることがあります。このような場合、アジは中層から低層に移動します。一方、濁りが入ることで光の屈折が変わり、アジの警戒心が薄れることがあります。これはデイゲームでも有利になる要素です。つまり、昼間は濁りを味方につけ、夜は水温帯を意識して中層を探る。この意識で釣り方を柔軟に変えることが夏アジ攻略の基本です。アジングに効くワームカラーとアクション。夏のアジングではカラーの明暗をうまく使い分けるのが効果的です。日中、濁りが強ければチャート系、ピンク系など派手なカラーを、クリアな海ならクリア系、ケイムラなど控えめなカラーを、夜間、常夜島周辺ではグロー系、白、銀ラメなど光を反射するものが有効です。アクションはテンションフォールとただ巻きの組み合わせが基本。表層で反応がない場合はレンジを徐々に落として探るのがコツです。昼、夜、おすすめの時間帯攻略。梅雨明け直後は日中の気温が非常に高くなり、日中の兆候は熱中症リスクが高まります。そのため安全面からも朝間詰めや夕間詰め、夜間の兆候が推奨されます。また夏のアジは夜行性傾向が強まるため、特に夜間の常夜島周りが一級ポイントとなります。夜光虫が出るような夜はアジの警戒心が高まることがあるため、その場合はカラーローテーやスローアクションで対応しましょう。まとめ、この夏アジングどう攻める？まとめると、2025年の梅雨明けアジングは過去最速の環境変化の中で始まります。気象情報を読み取り、水温、潮、風、濁りといった自然要因を味方につけることが超過アップへの近道です。特に重要なのは潮目を見る目、水温の変化を感じる感覚、カラーやアクションの柔軟性、この3つを意識して釣りに挑むことで、梅雨明けのアジングを最大限に楽しむことができるはずです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。釣りって学べるでは、気象と釣りの関係、魚の習性や海の変化など、知識を生かした超過アップのヒントを発信しています。今年の夏は例年以上に暑くなりそうです。ぜひ熱中症対策を万全に、無理のない範囲で安全で楽しい釣果をお楽しみください。それではまた次回の授業でお会いしましょう。